こんにちは、斉藤直樹です。今回は、えぐい上達法ということで、絵がこれでもかってうまく見えるポイントを5つ紹介していこうと思います。絵を描いていてどうしてもですね、頑張って描いても絵の見栄えがしないんですよね。どうやったら見栄えよく、かっこよく可愛く絵が仕上げられるんでしょうってお悩みの方結構多いと思うんですが、これはですね、単純に今からお伝えするポイントを意識できていない場合が多いです。絵を描き込むことはできているんだけど、見栄えが上がるポイントを知らないから、努力が結果に結びついていないパターンですね。これですね、結構多いと思います。でも大丈夫。今まで意識できていなかった人はですね、この動画をきっかけにそのポイントを意識していただければ、頑張って描いたその努力を結果につなげることができ、絵の見た目を一気に改善。急にいいねがバシバシつくような絵に変化させることができると思います。そのぐらい効果的なポイントですね。今回も気まぐれ添削の中から作例を実際にお見せしながら解説していきますので、ぜひ最後までお付き合いください。それでは早速行ってみましょう。縦画面か横画面かを考えよう。まずですね、これ結構意外な盲点かもしれませんが、逆に言えばこれによって見栄えを大きく損なっている場合が多いポイントです。それは縦画面か横画面かを考えようっていうポイントです。こちらの作品を見てください。これはオムライスをテーブルに運んでくるウェイトレスのイラストですね。配色がカラフルでとても楽しげなイラストですよね。人物の表情もね、下をペロッと出してウィンクしていて、これもよく一瞬の表情を捉えられていると思うんですが、絵を見た時のパッと見た印象がですね、色や表情の楽しげな内容と反して、ちょっと寸詰まってしまって、なんか窮屈な感じがしてしまいました。なので僕はこのように添削させていただきました。はい、ドン。はい、単純にですね、もう単純に縦画面にしました。で、目線とか体のバランスは直しましたが、実はこのイラスト、ほとんど描き直しをしていません。もうほぼですね、すべて変形だけで添削しています。なのにどうでしょう。絵の窮屈さが取れて、とても自然なキャラクターの可愛さやシチュエーションが伝わるような絵になってませんか？このように絵の題材によって縦の絵にした方がいいか横の絵にした方がいいのか、これはね、すごく大事なポイントです。添削前の絵がですね、ちょっと横に寸詰まっているような印象になったのは、おそらく横画面を選択してしまったからという原因が大きいと思います。これ横画面にするとね、縦が単純に短くなりますから、このね、短い縦に人物の頭からスカートまで押し込めようとしちゃって、それでね、体がめちゃくちゃ小さくなってしまって、バランスが悪くなってしまったということも考えられますよね。でですね、題材によって縦か横かを選択しようって言いましたが、初心者の場合はですね、実は横画面めちゃくちゃ難しいです。自分はあまり絵を理屈では理解していないかも。もっと感覚的にのびのびと絵が描きたいんだよっていう場合にはですね、実はですね、縦画面を選択した方が初心者の方はうまくいく可能性が高いと思います。ぜひね、絵を実際に描く前に、今回の絵は縦がいいのか横がいいのか考えてから描いてみてください。その視点が加わるだけで、あなたは一歩確実に絵が上達するはずだと思います。ライティングで雰囲気を強調しよう。次に紹介するポイントは、ライティングです。ライティング。ライティングって、こっちから光が当たったら、ここにこういう影ができて、で、それによって立体感を表現しよう。みたいなあれでしょ？そんなの難しそう。自分にはまだ早いよ。って思っちゃう人もいるかもしれませんが、それ完全に間違ってますよ。ライティングはですね、超簡単です。このイラストを見てください。はい、地面に倒れ伏した不敵な笑みを称えている男性のイラストです。顎にね、手を当てて、こっちをじっと見ている仕草から、おそらく何か不遜なことを言って殴られた後なのかもしれませんね。はい、キャラクターの表情をよく捉えられている一枚だと思います。ただですね、イラストを見た時に、まるでですね、料理をする前の食材の状態のような、そんな味気なさのようなものを感じてしまいました。で、その原因は何なのかというと、僕は演出のなさ、特にライティングが問題なんじゃないかと思いました。なので僕はこのように添削させていただきました。はい、ドン。わかりますでしょうか？向かって左側には青いネオンライト、向かって右側には赤いネオンライト、そしてピンポイントで顔の近くに緑色のネオンライトによる光を入れ込んでみました。こうやって左右場所によって違う色のライトを追加することによって、夜の街、怪しい雰囲気、そして怪しい人物っていうのがより伝わりやすくなったのではないでしょうか。人物の形状は一切変えることなく、雰囲気だけがグッと増したのがわかるでしょう。このようにライティングって、実は光源がこの位置
置にあって影はこう落ちるみたいな、そういう正確な立体描写の意味のライティングだけではなく、実は雰囲気を増すための演出としての側面も大きいんです。こういう演出としてのライティングという視点を持っているだけで、あれなんかちょっと味気ないなって思った時に一足しライティングを追加して雰囲気をぐぐっと高めることができますので、覚えておいて損はない知識だと思います。横ではなく前後の動きをつけてみよう。次に紹介するポイントは、横方向ではなく前後の動きをつけてみようっていうことです。これはですね、初心者にはちょっと難しいポイントかもしれませんが、少なくともこの意識を持っていると、絵は急に立体的に、そしてうまく見えるポイントですので、ぜひ頭の片隅にでも置いておいてほしい知識です。実際にこちらのイラストを見てください。はい、チャイナ服を着て肉まんを運んでいる中華料理屋のウェイトレスですね。はい、今日はウェイトレスよく出てきます。こちらのイラスト、細部がね、もう非常によく描かれていて、丁寧な仕上がりです。服の模様もね、すごく凝ってますし、フリルも丁寧に描き込まれていますよね。ただですね、ちょっと転びそうになっていて、わわわってつまずいているシチュエーションはわかるんですが、なんかとっても説明的な絵になっちゃってます。状況はわかるんですが、だからってその状況がキャラの魅力に繋がってるかどうかっていうと、そうでもない感じになっちゃってるんですね。ただ転んでいる状況を説明しているだけみたいな、なんかそんな感じに見えます。これを解決してくれるのが、そうです。前後感なんです。僕はこれを受けてイラストをこのように添削させていただきました。はい、どうでしょう。つまずいていて、わーってこう、慌てふためいているような状況はわかりつつも、その慌てようがキャラクターの魅力につながって、自然とその部分に目が行くようになったのがお分かりいただけると思います。なぜこのように見栄えが変化したのかというと、いろいろなポイントはありますが、でも一番は前後感による変化が大きいです。添削前は動きの付け方が横方向、画面右側から左側に向かってずっこけているような絵作りになっていました。それを僕は画面奥から手前に向かってずっこけているように変化させたんですね。そうすることによって何が変わるかというと、まず真っ先に変わるのはキャラクターの目線です。添削前は横を向いていましたが、添削後は正面寄りに変化しましたよね。キャラクターの目線は非常に重要で、正面寄りになることで見ている人がその絵に引き付けられやすくなります。それと肉まんのこぼれ方についても注目です。これはですね、わかりやすくするために、正直こぼしすぎたかなっていう部分もあります。ですが、横ではなく手前側に肉まんをこぼすことで、奥の肉まんと手前の肉まんの大きさが変わって、それによってこう画面の奥行きを表現できますよね。画面に奥行きが出ると、それによって臨場感が生まれます。まるでね、自分がこの絵の中に入って、そしてその目線で見ているような感覚を表現することができるんです。はい、気づいた人は気づいたかもしれません。そうです。さっき最初に紹介したウェイトレスのイラストにも全く同じことが言えますよね。横方向に向いていた目線を画面のこっち側に向いているような目線に、そしてオムライスを持った手をこっち側に伸ばすことによって、よりね、臨場感が生まれているのがこの絵に関しても見て取れるようになったと思います。横ではなく前後感。これは初心者感を払拭するためには一番のポイントになると思いますので、最初はね、ちょっと難しいかもしれませんが、ぜひチャレンジしてみてください。キャラクターのメタファーを置こう。次に紹介するポイントは、キャラクターのメタファーを置こうってことです。メタファーっていうのはね、比喩のことで、まるで何々みたいっていう存在のことですね。例えば、こちらのイラストを見てください。透明感があってね、とても素敵なイラストですよね。女の子の顔も可愛く描けていて、一見文句のつけようのないイラストだと思います。ただですね、ほんのちょっとだけ僕が感じた違和感があって、それが画面下の猫の存在と、この女の子の存在のあり方なんですね。これどういうことなのかというと、背景を見るとですね、この女の子がいる場所はゴミ捨て場のような、あんまり綺麗じゃない裏路地のような場所です。そこに猫と一緒に座っている。なので、この作者はおそらく、この女の子は捨て猫と同じような存在なんだっていう、捨て猫を女の子のメタファーとして描きたかったと思うんです。ただじゃあ実際には絵はどうなっているかっていうと、猫はね、描かれているんですが、その猫の存在感があまりないのと、あと何よりも猫の目線ですね。この猫がですね、女の子の方を向いているんです。その何が問題なんだよって思うかもしれませんが、ですね、猫の目線が女の子を向いているっていうことは、同じ存在として認めているわけではなくて、異質な存在として対立しているっていう対立関係を
を表してしまっています。対立って言いましたが、例えばそうですね、対立と言わないまでも、オイラを撫でてくれよとか、あと餌をくれよとか、もっと構ってよみたいなそういうことも含めて、それは同質ではなくてあくまで対立関係ということです。思い出してみてください。ここで表現したいのは、猫はこの女の子と一緒の存在。つまり猫イコール女の子というわけですから、そこにどんな形であっても対立関係が生まれてしまっては意味がないわけです。というわけで僕はこのように添削しました。はい、どうも。はい、猫がね、若干増えていますが、何よりも猫たちの目線と少女の目線を揃えてこちら側に向けました。こうすることで、この女の子も猫と全く一緒の存在、捨て猫の一匹なんだっていうことが感じられるようになった感じがしませんか？猫は女の子のことを全く意識していませんし、女の子も猫のことは全く意識していません。その代わりに、この画面に存在する唯一の異質な存在、つまり僕ですね。この路地に迷い込んでしまった僕という存在に向かって一斉に警戒を向けてくる猫たち。その猫たちに紛れて、まるで捨て猫のような女の子がいた。という、捨て猫のメタファーとしての女の子を描くことができるんです。ごめんなさい。ここだけちょっと、めっちゃレベルが高いこと言っちゃいましたね。これはね、もう完全に初心者向けの上達ポイントではないんですが、今言ったことを感覚的に理解できたら、めっちゃすごいと思います。もしわからなかったらね、少し時間を置いてもう一度見てください。きっとあなたの絵にさらに深みを持たせることができるようになると思います。エフェクトを使って派手に演出しよう。さあ、最後のポイントです。最後のポイントは非常にわかりやすいです。エフェクトを使って派手に演出しようってことです。このイラストを見てください。はい。めちゃくちゃ可愛いですね。スチームパンクの世界観。衣装も含めてとても魅力的なキャラクターです。余談ですが、こちらの添削はですね、実際に専門学校の特別授業で行わせていただいたので、書いた方にもお会いしたんですが、この方ですね、スチームパンクが大好きすぎて、自分でスチームパンクのアクセサリーも作られていて、本人の衣装もスチームパンク風で統一されていました。イラストも本人も同じ世界観ってね、めっちゃいいですよね。とても素敵な方でした。でね、そんな力作のイラストなんですが、イラストにするとですね、どうしてもキャラが寂しく感じられてしまうことって多いんですよね。なので僕はこのように添削させていただきました。はい、ドン。はい、このようにですね、黄色いエフェクトを使って派手に演出を加えてみました。キャラが真ん中に寄っているのもポイントの一つですね。端っこにいるよりも真ん中にいた方がより見栄えが良くなりますね。一旦それは置いておいてですね、キャラクターに手を加えたわけじゃないのに、なんかものすごく強そうにというか、存在感が増したような感じになりましたよね。カードに例えるなら、S レアが SS レアになったような感じがすると思います。このように、実際にはキャラクターの描写は足りているのに、演出が足りないがゆえに、迫力を出し切れていないようなイラストって結構多いと思います。もちろんね、演出は控えめにして、キャラクターの造形をよりしっかり見せるんだっていう作戦のもとに、こうしている分にはもう全然構いませんが、絵としての見栄え、迫力を出したいっていう場合には、思い切ってね、エフェクトを追加してあげると、とても効果的だと思います。ぜひね、頑張って仕上げた絵を、もっともっと見栄えよく仕上げたい、人を引きつけられるような絵にしたいっていう時には、派手なエフェクトで演出してみてください。お知らせです。動画販売サイト Vimeo にて1ヶ月で絵が上手くなる動画、イラスト上達プログラムが販売中です。初心者でも絵の下書きから完成までサポートする内容、そして中級者のための少し突っ込んだ内容、上級者のお悩みに答える内容など、15本の取り下ろし動画をセットにしたサブスクではない動画買い切り型になっております。プロの翻訳家による正確な英語字幕もついていますよ。全巻セットでなんと4500円。1本からでも500円で購入可能ですが、全巻セットで購入すると、なんとスペシャル特典として大人気イラストレーター作者2さんとの線の描き方についての対談動画まで限定でついてきちゃいます。気になった方は概要欄に URL を載せておきましたので、そちらからぜひぜひチェックしてみてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。